それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは浅い関係性の片思い。あなたの方から話しかけたら相手はどう思うのかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。まずはお相手の状態、心の状態っていうところをカラーカードからもらっていきましょう。今お相手のエネルギーどうなってるのかなっていうところをもらっていきます。はい、では1枚もらいましょう。ゴールド、豊かさを引き寄せるというね、金のカードが入っています。状態いいと思います。今このお相手の中でもやりたいことあるとか、あと自分で引き寄せたいものがあるっていうことですよね。豊かさを手に入れたい、ワクワクするようなお気持ちだったり、心が豊かになるようなことを今やってる、趣味をやられているとか、お仕事充実しているとか、そういうことも入ってきます。では早速タロットカードで見ていきましょう。今回7枚のカードを出してみていきます。今浅い関係性の片思いということで、あなたの方から話しかけていったらこの方どう思うのか。これは浅い関係性でまだ話しかけたことないよっていう方メインで見てください。でもうすでに話は何とかしたことあるっていう方でも、自分の方からアプローチしていったらどう受けてくれるのかなっていうところで見てください。はい、では見ていきましょう。気になるのがね、相手の反応っていうところですよね。で、どうやってアプローチしていけばいいのかなっていうところも見ていきます。はい、全部で7枚出してここで見ていきましょう。そうですね、まずお相手の反応っていうところで、ここデビル、シャドウのカードが入っています。いわゆる誘惑とかね、そういうお誘いに乗るか乗らないか、このお相手の中の心の中で天使と悪魔がささやくっていうところで、こういう反応を示すよっていうところが出てきています。そうですね、このお相手の現状をもう少しね、反応とかそういうところを深掘りしていきたいなっていうふうに、並びとして見ます。で、課題のところにやはりこの教皇のカードが入ってくるので、例えば人前でしかお話しできないような間柄、浅い関係性だったりとか、どちらかに立場があるとかね、かもしれません。先生と生徒だったりとかっていうね、この立場上の問題っていうのが課題として入ってきます。そしてあとはこの人の親切心っていうのもあるんですね。すごく優しい方だと思うんです。だから自分に気があるんじゃないか、いやそれともね、この人の立場的に優しく接してくれてるんじゃないかとか、職場の上司で部下である私に対して優しく接してくれてる、これはこの人の行為なのか、それともこの立場上の関係としてね、ものを教える立場だからっていうことで優しくしてもらってるんだろうかっていうところ、このどっちなんだろうっていうのが課題だと思うし、あと2人きりになかなかなれないとか、そういうこともあるかもしれない。話しかけづらいとかね、プライベートな話に持ち込みづらいとか、そういうことも課題としてあるのかなと思います。実際話しかけたらっていうところ、ここもう少しね、カードを足していきたいと思います。この人のお気持ちのもう少し見えないところっていうところを足して読み解いていこうかなと思います。まだ関係性がね、浅いっていうことで、まずはこう近づいてみないと、仲良くなってみないと人となりがわからないじゃないかっていうところなんですがね、このお相手の本心、もう少し心の中の声っていうのをもらっていきましょう。ワールド、デビルとワールド、この人の中の世界観っていうのがしっかり出来上がってる感じがします。カップの2番、
恋愛したい気持ちっていうのが出てるかな。ちょっとはっきりねここね出そうかなと思います。ワールドカップの2番っていうのが出てるので、悪魔だから他にもうすでにいらっしゃるかもしれないっていうのがあるので、そこをはっきりと尋ねていきます。このお相手ね、もうすでに恋人またはパートナーいらっしゃいますか？ワンドの6番、いそうですね。もうすでに好きな人、恋人、パートナーの存在があるかもしれないなっていう風に見てください。あなたにとってはライバルとも言えるでしょう。この人の中ではすでに何かね心の中恋愛感情的なもので完成されてるものがあるっていうのが出てきてるんですね。パートナーじゃないかもしれないけど、パートナーっていう説が濃厚だと思うんですが、例えば恋愛に今あまり興味がないんですとか、自分の中で恋愛観っていうのはすでに完了していて、恋愛感情を人に対して持たないようにしているとか、持てない、持ちづらいとかってそういう方もいらっしゃるので、何か自分の中ではパートナーシップっていうところに対しては完了しているよって、すでに自分の中ではもうすでにね決まってるんだっていうのが出てきています。決まった相手がいるのかもしれないし、でも自分の恋愛観はこうなんだっていうことで、何かねこうだっていうふうに決めてるものがあるかも。そして課題のところの傾向と合わせてみると、やはりプライベートと仕事とかね公の立場、ここでの線引きっていうのがしっかりされてる、この人の中でねしっかりしてるところがあるんじゃないかな。仕事に恋愛は持ち込みたくないとかね、そういうところがあるのかもしれない。それで自分の中での恋愛観はこうだっていう風に決まっているところがあるんだと思います。お相手がねすでにいらっしゃるっていうね場合ももちろんあります。ただこういうね恋愛観や相手がいるっていう状況だとしても、揺れるってね誘惑されるよっていう悪魔のカードが出てるので、あなたのアプローチ次第では状況が変わる可能性は十分あります。ただそれはその今の関係性、立場、そして道徳的なこと、モラルに反しているかいないかっていうところをしっかりと見極めていく必要があるねっていう現状が出てきてるんですね。今の現状やお相手の事情を、そしてお相手にパートナーがいるのかとか、そういうところのしっかりリサーチをしてから見極めて進めていくといいんじゃないかっていうカードが出てきています。まずはこの方のリサーチっていうところで、つながりがあればね、同じ職場だったりとか共通の知り合いがいるのであれば、また深くね人から知っていくっていうことができるんですけど、全く何の共通点もなくて、例えばお店の店員さんとお客さんみたいな関係性で、そのお店に行けば会えるけど普段全く会えないし共通の知り合いもいないっていう方はね、どうしようってなるじゃないですか。もうこれ以上深く知る術がないとどうしようっていう風になってくるので、そこは工夫が必要かもしれないなっていうのは出てきます。例えば全く共通点がないのであれば、もう作っていくしかないよなっていうところをですね、切り替えていきましょうっていうところが入ってます。で、そうですね、そのあなたの中でどう感じるかっていうことにもよるんですけど、そうですね、周りとのバランス、調和、そして道徳的なところっていうところで、いやでもね、私はアタックしていって可能性少しでも広げていきたいんだっていう風に思い立てばね、動いてもいいと思います。このあたりの判断がね、あなたに委ねられていますよっていう流れがやってきています。そしてじゃあどうやってこの人にアプローチしていこうかなっていうと、やはりここのペンタクルクイーンのカードが入ってくるんですね。ここがとても大切です。まずこの人との絆を育んでいくことに集中していきましょう。状況を見て動いていくこともすごく必要なんですが、その後ね、話しかけていって、じゃあすぐ仲良くなれるのかとか、もしかしたら何回かね話しかけないと連絡先交換っていうところまでいかないかもしれないし、すぐにどうこうできるような感じではなさそうっていうのがあるんです。ただね、この人の気持ち的には今豊かな状態ではあるから、落ち込んだりとか、ね、事情があって
とかそういうことではなさそうなんですね。あるとすれば自分の中での恋愛観がもうすでに出来上がってしまっていてとかね、恋愛に対してこう考えてるってことが出てるとか、パートナーがいて自分はこのパートナー一筋でやっていきたいっていう思いが基本的にあって、でもね揺れるっていうのが入ってますから、ここはねどうなるかなっていうところです。ただこう揺らしたいっていうのはね、そんなにあなたも思っていない。遊び半分で揺さぶりかけて駆け引きしてとかそういうことはあまり考えていないし望んでいないので、そうじゃなくてもう真っ向勝負でいくとか、少し柔らかくね距離を取りながら少しずつ縮めていくとか、今の関係性でできる限りのことをやっていく。で少しつながりを持てたらまた次にまた次にっていう感じで一気に進みすぎないっていうのがアドバイス対策として入ってきています。でしばらくは様子を見た方がいいかなって、話しかけたらどうなりますかっていうことについてはこの人の中でも迷うっていうのが出てくるんですよ。つまりは自分はこういうふうに思ってたんだけど、あなたっていう存在から話しかけられて悪い気はしないよっていうのが正直ね出てきてるんです。下心もあるかもしれないしね、隠れた心っていうのが見え隠れするような状態、悪くないなっていうふうに思ってるんですね。ただこの課題を考えると、お互いの立場だったりね、自分の立場っていうところを考えると、そんな簡単にはね仲良くなれないんじゃないかなっていうふうにこの人の中でも考えているところがあります。はい、そうですね。アドバイスもう一枚深掘りでもらっていきましょう。カラーカードからもらってオラクルももらっていきましょう。焦らずゆっくりとっていうことで、この人の状況を把握することだったりとか、そうですね、この流れでいくとやっぱり勇気出ないなって、この人の状況を知っていけば、まず知ろうと思う前に距離の詰め方すらわからないっていう風になっていきそうな感じがするので、もう少しねアタックする上にあたってヒントになるようなこともらっていきましょう。たとえねこの人に例えば恋人がいたりとか恋愛観もうすでに定まっていたとしても変わる可能性はありますからね。そしてこのカラーねもらっていきましょう。バーガンディ、情熱を目覚めさせる。そうですね、あなたの心の情熱を目覚めさせる必要がありますね。心に灯火を宿しましょう。情熱をね宿しましょう。心の火を見ましょう。明るさを出していきましょうっていうことかな。もう少しエネルギッシュになっても良さそうな気がします。はい、では具体的なアクションとかでもらっていきましょう。ガイダンスですね。そうですね、道しるべ、ガイド、そしてそうですね、喜びのカードです。明るさがまずすごく必要だよっていうことで、いろいろ考えて頭で考えすぎて動けなくなるんじゃないかって、今このリーディングを聞いていても相手の中でなんか完了している恋愛観すでに完成されていて、私の入っていく隙がないんじゃないかっていう風に思った方いらっしゃると思うんですね。そして今の浅い関係性でどうやってこの人のそういう心のところまで探っていけばいいのっていう風に迷うなって考えちゃうな、分かんなくなっちゃうなっていう風に今感じている、私が感じているので、このように伝わってくるので、結局いろいろ考えて話しかけたいなって思ってても話しかけるタイミングだったり立場っていうところから、なかなかできなくて悩んじゃう。いろいろ考えすぎて自分の心の通りに動けていないとかね、こんな流れになっていきそうなので、どうすれば話しかけていけるかなってところを見ていくと、情熱っていうカード、そして喜びですね。そしてこれは導きです。ガイドがやってきます。まずこれはガイドっていうのは、自分がこうやって動いていこうとか、そうやだ、これを目標にしてやっていこうっていうね流れがやってきますよっていう風に言われてる。でこの流れを呼び起こしていくためには、あなたの心の中に眠っている情熱、そして
思う存分喜ぶ気持ちを解放させていってくださいって、内にって込めていくような近未来になっていくんですね。このこもらせてしまった気持ちや感情っていうのを表に出していく、そしてすごく明るいカードですよね。喜びを体感しましょう。そして表現しましょう。バーガンディも情熱の色ですね。そして絵柄でワインの色が描かれているので、この方ともし何か一緒にやることがあれば、会社のつながりで飲み会があるとか、そうですね、何か話題に触れるとしたらワインに触れるような話題を出していくといいのかもしれません。こちらもヒントとしてお受け取りください。そしてラッキーナンバーはこちらのカラーカードからもらっていきます。10番です。10っていうのをラッキーナンバーとしてお受け取りください。あなたの心の声に耳を傾けて、その心に従って動いていくんだよっていうカードですね。頭で考えすぎて心をセーブしてしまうのではなくて、まずやってみようとか、まず自分がどこから着手していくのかとか、そういうところを見つけた後は動いていきましょうねって、なるべくポジティブに考えてくださいねっていうふうに言われています。はい、このお相手がね、どうだこうだとかっていうことをまず知るのかっていうところからだと思います。いろいろ考えていてもね、物事は始まっていかないよっていうカードからのメッセージ。そしてお選びいただいたこちらのカード、これは自分自身の心をよくよく知るために穏やかに過ごしましょう。今自分の気持ちが不安でいっぱいになってる、見えないあの人の現状、浅い関係性とか立場について悩んでいるってね、心がざわついているような、そんなねエネルギーを受け取ったので、今一度自分の心を落ち着かせてくださいっていうメッセージです。一旦休んでもいいから、立ち止まってもいいから、落ち着いて時間を過ごしていくと、自分が何から着手していきたいのかっていうのがね、自然と導かれるように分かってきます。分かってきたら、あとは心の通りに動いてみてくださいねというカードからのメッセージでした。浅い関係性、あなたから話しかけたらお相手がどう思うのかというのをテーマに見ていきました。ぜひ参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは浅い関係性の片思い、あなたから話しかけたらお相手はどう思うのかというのを見ていきます。よろしくお願いします。まずはカラーカードから今のお相手のお気持ち、状況っていうところで心のバランスどうなってるかなっていうのをカラーエネルギーもらっていきます。カラーカードからもらっていきます。はい、1枚もらっていきましょう。ジェード、翡翠色ですね。行動を起こす時というのが出てきています。まさに今何か行動に起こそうとしている時、目的意識を持ってやってみたいことがあるとか、動きたい、アクティブになっていく時っていうのが出てきていますね。だいぶリラックスされているようなお気持ち、状態っていうのが伝わってきます。穏やかですよね。緑の中、森林の中なのでリラックスした状態でいらっしゃるのかなとも思います。でその状態から今何か物事を始めよう、起こそうとしている時なのかなとも思いますね。お相手の心の状態っていうのはいいと思います。はい、そして次見ていきましょう。もう実際にカードここから7枚出していきます。浅い関係性、あなたから話しかけたらどうお相手に見えるのか、お相手はどう受け取ってくれるのか見ていきます。はい、では見ましょう。はい、あと4枚ですね。そうですね、タワーのカードも入っています。
と1枚がムーンのカード。そうですね、ちょっとタワーのところ深掘り欲しいかなと思うので、もう早速タワーのところに出していきましょう。このタワー目立つと思うんですけど、何かって言ったらお相手がどう思うのかっていうところの位置なんですよ。なのでお相手が言ってしまえば衝撃が走るよって、びっくりするよって、あなたから話しかけられたら、浅い関係性だから可能性があるのは、まずびっくりするよっていうことで、話しかけてきてくれるんだとかね、そういうふうに思うのかなっていうのは入ってきますね。あと、あなたに対する印象が変わるとか、関係性が変わるっていうのもあるかもしれません。もう少しね、このお相手が何に対して驚いているのかとか、衝撃を受けたのかっていうところを深く見ていきます。ジャスティス。なるほど。それはなぜかな。よいしょ。はい。ワールド。はい。わかりました。では見ていきましょう。そうですね、すごく頼れるお相手ですし、関係性としても、浅いとはいえ何かしらどこかでつながりがあるっていうのは伝わってきます。日々のやり取りとか、プライベートのやり取りというよりは、職場とか、浅い関係性だからなかなか会えないとか、また知り合ったばかりとかね、そういうお二人の関係性っていうのも見えてきています。あなたもね、自分の気持ちを温めていて、さあこれからね、どうやってアプローチしていこうかって、もう自分から動くしかないよなっていう風にね、覚悟決めている方もいらっしゃると思います。話しかけるんだっていう風にね。そうですね。そして女帝のカードですね。ここここはね、対策、そしてこの後っていう風に見ていくと、そうですね、まず課題点のところにペンタクル3番が出ていて、お相手と一緒に紡いでいく、作り上げていくんだよっていうところがね、出てるんです。土台作りをして、そこからさらに種を植えた後にね、芽を生やして、そこからぐんぐん成長させていくためには、あなただけではなくて、このお相手の力2人で協力し合うことが必要。これができてるかどうかっていう風に課題のところで入ってるんですね。それもあなたはもう見えていると思う。この後の課題っていうのは2人の協力というか、気持ちというか、足並みを揃えることですね。例えば連絡のやり取りだったり、頻度の問題だったりとか、それはどこかでバランスをとっていかなきゃいけないなって、自分ばかりが話しかけてもいけないし、この人からの返信を待ってからまた次動くとか、動いてではなくて、動いて返事が返ってきて、動いて返事が返ってきてって、こういうねバランスをよくしっかり見ていかなきゃなっていうのは、なんとなくあなたの中でも感じていることなんですけど、この人があなたから話しかけられる、それは関係性にもよると思う。同じ職場にいたら、仕事以外のプライベートの意味で話しかけられた時にどう思うかってことだし、あとは職場が違くても浅い関係性で全く違う業種にいて、仕事関係なく遠くから見ていていいなと思っていて、突然話しかけてきた時にびっくりする、衝撃を受けるよって、その衝撃はどこから来てるのかって言ったら、ここなんですね。この人の中でもうあなたのことを認識しているんだけど、まさかねプライベートのことで話しかけられるとは思っていなかったんだっていう風に出てくるんですね。はい。そしてだけど、この人の中であなたに対する印象だったり見方っていうのがあって、それがひっくり返るっていうのが入ってくるから、まさかプライベートのことでねお誘いもらうとは思ってなかったっていう風になってます。でもね、浅い関係性だから、これから仲を深めていけばいくらにでも可能性は広がっていくんだよっていう風に入ってくるんですね。
この人が最初びっくりするとか衝撃を受けるとか、あなたに対する見方が変わる、それはもちろんそうだ、だって浅い関係性なんだもんって。仲が深まっていけば印象もお互い変わるだろうし、これからね種をまいていってどうやって育んでいこうかってことを2人でね足並み揃えてやった時に、いくらでも可能性は広がるし、実りとか豊かさっていうところにつなげていくことができるんだよって。ただし枯らしてしまうことも可能性としてはあるから、話しかけたイコールゴールではなくて、その先っていうところを見ていくのが今いいんじゃないかっていうふうにカードが教えてきてくれています。話しかけた、やった、終わりだってミッション達成だではなくて、そこからが始まりなんだよっていうふうに言われていますね。このあたりのね調整の仕方とか、お相手との距離の詰め方とかっていうのもなるべくナチュラルに自然体に進んでいかれるといいんじゃないかなとも思うんですね。関係性とかお互いの環境によっても変わってくると思う。中には距離が離れていてなかなか物理的に会えないっていう方もいると思うし、職場が一緒でそこからなかなかプライベートの中に持っていきづらいとかね、そういういろんな様々な方がいて、で自分の中の不安に押しつぶされそうだとか、相手との距離感うまく測れないとかね、そういうのが出てきています。幾分にでも変えていくことができる十分可能性あって、これから花が咲く可能性たくさんあるから、あとはそれを実現化させていくのかどうかっていうことですね。人の価値観って新しい人脈によっていくらでも変わっていくから、この人も今だからその価値観が変わるんだと思う。あなたと接することによって、今まで仕事とかでこの人のことを見ていたけど、プライベートの一面見たら全く違う印象を持つなとかね、そういう風に感じてくださると思います。ただね、話しかけられた時には話しかけるとか、あとプライベートの話に持ち込んでいくとかね、そういうあなたがアクションを起こした時、第一声としてはびっくりするっていうのが入ってきますね。ただね、この周りのカード見ていても幾分にでも変えていける可能性十分あるよっていうことですね。距離の詰め方をあなたなりに工夫してうまくやっていくと可能性広がっていくんじゃないかなっていうことです。水の与えすぎでもいけないし、与えなさすぎでも枯れてしまうので、程よい感じで水あげてくださいねっていうことですね。まずアクションを起こした時、一番最初この人衝撃受けるので返答に戸惑っちゃったりとか、そういうところを見ると、なんかいけないことしたのかなってあなたが一瞬思うかもしれないけど、大丈夫そうですね。なんか軽いノリで受けてくれるとかそういうことではなさそうなんですけど、一回この人の中で受け止めてから咀嚼して、なるほどっていうふうに思ってからこの人の中で答え出す。お誘いしてどうですかって、ご飯どうですかって言った時に一瞬びっくりするんだけど、噛み砕いてじゃあ決めようっていう風にちゃんとはっきりとね決めてくれると思います。だからすぐにいいよっていう風な答えが返ってこない可能性はあります。ちょっと時間くださいって言われる可能性があるんだけど、まずこの可能性にかけて動いてみましょう。で2人で育んでいけるかどうかっていうのがねまず課題点なので、ただこの課題にたどり着く手前なんじゃないのかな。今は話しかけるにも勇気が必要だし、一方的になりすぎないようにって気を使いすぎていても始まっていかない気がするっていうのもあるからね。そして話しかけたとしてもちょっと不安が残ったりとか、先見えないなとかね、はっきり返事がもらえないとか、ちょっと時間くださいって時間を置いてから返事してもいいですかって言われる可能性もあるんですよね。そうなると自分の中で不安な気持ちの方が勝っちゃって、やっぱり言わない方良かったのかなとかね、可能性なくしちゃったかなとかね思うかもしれないなっていうのはあるんですけど、この人の対応を待ってから落ち着いてゆっくりあなたも対応していきましょう。では最後にアドバイスもらっていきましょう。まずあなたに向けてアドバイス、こちらのカラーカードからメッセージとラッキーナンバーもらっていきます。今回ラッキーカラーではないので、メッセージと番号をもらっていきます。
ブラウンです。番号は12です。12のつく日とか12のつく時間とかを参考にしてください。そしてブラウン、グランディングと他者との境界線、ここをはっきりとつけていくことっていうのがアドバイスカードですね。やはり育んでいくっていうね、第一の色が出てきました。このお相手との2人の距離感、バランスをうまく保つために、このそうですね、メッセージが入ってきています。境界線を作る、距離を取るではなくて、程よい距離感とか、今の2人にとってちょうど良い心地よい距離感を保っていくために、このメッセージが入ってきています。自然のエネルギーを借りてください。あなたはお相手を癒す力というのを持っていますから、あなたが自然体であればあるほど、このお相手に癒しのエネルギーを降り注いでいくことができます。で、自然体でいた方がね、このお相手も構えなくても済むので、なるべく自然体でナチュラルに話しかけていかれるといいのではないかなと思いました。良い距離感でいられるためにもっていうね、このブラウンのメッセージが込められています。自然の力、大地に触れるとか、土に触れる、緑に触れるっていうのもいいと思います。もう少し、メッセージもらっていきましょう。ゴッテス、はい、そしてこちらね、あなたの直感ですね。もう感じたことをそのままっていう風にね、入ってきます。流れに身を任せて、自分のエネルギーをまず感じてください。で、エネルギーが枯渇してるなと思った場合は、自然のエネルギーを借りましょう。できれば大地がいいですね。土の色だから、空や水とかよりも土のエネルギーを感じてください。力を借りてエネルギーを呼び起こしてください。あなたの中に眠っているエネルギーですね。このエネルギーっていうのが形になっていけば、自分がどうしたいのかとか、このお相手にどうアプローチしていきたいのかとか、タイミングはいつなのかとか、そういうことが具体的に見えてきます。あとは自分の直感を信じて進んでみましょうっていうね、カードも出てきています。アステリアのカードですね。あなた自身が自分の中で自分の道を決めていくんだよっていうふうに言われています。不安だなと思った時は自然に立ち返ってください。ではこちらお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。これは深呼吸をするというメッセージです。そのままですね、風のエネルギーを感じて自分の気持ちを解放させていく気持ちで、オープンマイハートな気持ちで両手を広げ、新鮮な空気を取り入れていきましょう。呼吸をすること、そうですね、ベランダとか窓を開けて風を感じるっていうこともいいですし、難しいよっていう方はお部屋の中で瞑想しながら深く深呼吸をしてリラックスすること、これ、そして自分の気持ちを穏やかにして心をクリアにしていきましょう。これが具体的なアクションですね。ラッキーアクションとしてメッセージもらっていきました。参考にしてください。で、浅い関係性のお相手との距離の詰め方なんですけど、あなたから話しかけた時にお返事が返ってくるまで時間がかかる可能性はあります。その間不安にならないように、なるべくリラックスして過ごしてくださいねっていうメッセージが入っていました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは浅い関係性の片思い。あなたから話しかけたらお相手はどう思うのかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。まずはお相手の現在のお気持ち的に今どんなコンディションかなっていうところを見ていきます。カラーカードからもらっていきます。今ね、お相手の心がどんな状態なのか、エネルギーをもらっていきます。はい、1枚出しましょう。レモン、いいですね。爽やかな色、そして革新的な思考をもたらすというメッセージが入ってきています。心がとてもクリアでフレッシュっていうのがあるから、やりたいこと今できているとか、これからやってみたいとか、好奇心が旺盛とか、そういうことが入ってきます。心がすごくクリア、澄み渡っているので、
なんかこう吸収しやすいような、こんな今お気持ち、状態、コンディションなのかなっていうのも入ってきますね。アクションを起こしたら受け取りやすい状態なのではないかと思うんですね。いろんなことに興味があるような状態なので、この人のね、この趣味思考とかもし把握してれば攻めやすいんですが、浅い関係性ということなので、まだそこまで深く知らないよっていうところだと思います。では早速見ていきましょう。このタロットカードから7枚カードを出していきます。でそれでこのお相手とどうねアプローチしていけばいいのかなとか、実際アプローチしたらこのお相手どんな反応を示してくれるのかなっていうところをもらっていきます。で、話しかけたらっていうのをまず前提で見ていて、でもうすでにね会話したことあるよっていう方は、じゃあ今こう仕事上で話をしてるけどプライベートでお誘いしたらっていうところで見てください。または全く話しかけたことなくて、今これからね話しかけようとしてるところっていう場合でも大丈夫です。どんな形にしろあなたからアプローチしたらお相手の反応どうなのかって、はい、もう少しね見ていきましょう。良さそうだなっていうのが入ってきます。おっと待ってくださいね。そうですね、ペンタクル3番、いいと思います。はい、今こうお誘いすると快くお返事いただけそうな流れになっています。はい、気をつけるところをポイント押さえていけばっていうところで出てきているので、ちょっとねここのワンドの5番が、そうですね課題点のところで入ってきているので、ここの課題ね、このまとまりどうやって収めていこうかなっていうところで、もうちょっとだけ補足でもらっていきます。ワンドの5番に対してここの位置に出ているのは2人の恋愛を進めていくにあたって課題になってくるところなんですね。でワンドの5番なので、もう少し補足でもらっていきます。はい、ワンドの9、はい、もうね出てきました。モチベーションを一定に保つことっていうのがある。例えば焦らないとか、あとは消極的になりすぎないとか、ちょうど良い真ん中のところを取っていきましょう。どちらかに今傾いてるんじゃないかな。早くアタックしなきゃとか、または勇気が出なくて分かってるんだけど動けないとかで、前にも話しかけてその時にダメだったからなかなかその次に踏み出せないとか、その第2歩第2回目とかリベンジのカードが出てるので、このリベンジに向かっての勇気が出ないとか、そういうところもあると思います。でも今のあなたは積極的に話しかけていきたい気持ちっていうのが前面に出てるので、これは良い結果になっていくんじゃないかなと思いますね。何度か話しかけようって思ったりとか、実際に話しかけたんだけどなかなか進展しなかったとか、話しかけようと思って行ったらその日はいなくて会えなかったとか、そういうこともあるんじゃないかと思うし、今リベンジのチャンスだよっていう風に出てきてますから、今行きましょうっていう風にね入っていますね。お相手の方もバンドの3番だから、いいんじゃないかなと思います。話しかけてきてくれたら嬉しいなっていうのが入ってますね。はい、いいと思います。あなたのそのお気持ちに従って動いてみてください。今が動く時だっていう風にね捉えてもいいと思いますね。そしてこれお相手とまずお友達からっていう関係性で始まっていく可能性が高いんですけど、それでもね楽しい時間を過ごしていけると思うし、自分のことを知ってもらうチャンスだっていう風に捉えてね、最初からこう恋愛関係になっていくってわけではないと思うんだけど、十分可能性はあるよっていう風にね、女帝のカードペンタクル3番出てますから、お相手もねワンドの3番有効的です。すごくいいと思いますね。これからどんどんと仲良くなっていけると思う。そして押さえておくべきポイントとしてここを押さえていきましょう。いろいろ考えていて動けないタイミング逃しちゃうだともったいなくて、後々後悔してなんであの時動けなかったのかなとか、チャンスがあったけど自分で話しかけられなかったとか、そうやって後々自分を責めていくとか後悔しちゃうぐらいだったら、もうやる時に
バチッと決めようぜっていうのが入ってきてるんですね。そして集中力がまとまらないとか、そわそわして落ち着かない、焦っちゃうとか、そういう気持ちから見切り発車しちゃったりとかっていう可能性もあるので、タイミングを見計らってここでいざ決めるんだっていう時にしっかりとチャンスをものにしていきましょう。これが課題かな。今まであなたの中で話しかけようって思って行ったんだけど、やっぱり勇気出なくてって自分に負けて帰ってきちゃったりとか、あとは話しかけようと思ってお相手の方に向かってったらちょうどいなかったり不在だったりとか繋がんなかったりとかしてっていうね、タイミングを逃してきたのも何回かあったと思うし、これね対抗するカードだから周りの人とかも関係してきてたのかもしれないですよね。なかなか二人きりになれなくてとか、他にもライバルがいるっていうね、そうな警戒してるようなカードとかも出てきてるから、ここが課題なんですよね。周りとのバランスを見ていくっていうのもね、中には可能性としてね入ってくる方もいると思うけど、まずは自分の気持ち、自分のスタンス、モチベーションっていうところで集中力持ってね、いざっていうところで決めていくんだっていうふうに思っておくといいと思います。では、じゃあそれっていつなのっていうところで具体的な数字を出していきましょう。カラーカードでもらっていきます。カラーカード、ラッキーカラーではなくて、ここから番号とメッセージもらっていきます。じゃあどのタイミングでってことで、はい、見ていきましょう。マゼンタ綺麗ですね。5です。5のつく日、もしくは5のつく時間とか、この5っていう数字を注目してください。いいですね。H とつながる、マゼンタ、赤紫色、あなたの中の心の声、深い部分に潜っていって自分の中の気持ちを起こしていくとき、呼び覚まして掘り起こして自分の心の声を聞くときです。自分の心とつながって、そして導かれるように動き始めていきましょう。そんなメッセージも伝わってきます。はい、つながるっていうカード、そしてあと具体的にどういうことをしていけばいいのかなってことでもう少しもらっていきます。自分自身に優しくしてねっていうカードがね入ってますね。落ち着いていきましょう。不安とか迷いとか焦りっていうのをまっさらにしていきましょう。メディテーション、瞑想しましょう。まず今夜はゆっくり過ごしてね。今この時間をゆっくり一人で過ごして自分自身の心と会話していくんだよっていうメッセージが入ってます。自分自身ぎゅっと抱きしめて自分のこといたわってあげてって、今日は自分のことを優先させる日なんだよっていう風にね入ってきますね。自分自身いたわる、優しくするって、お疲れな方もいらっしゃったのかなとも思いますね。この課題、そうですね、自分自身の気持ちの問題だっていう風になっていた方も多いのかなとも思いますね。でも大丈夫、ゆっくりと深呼吸して気持ち整えていきましょう。で、あとはお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。これもねすごくシンプルなメッセージが入っています。あなたが今選択をする、何の選択をするのか、自分にとってより良い変化を迎えるために何かを選んでいく、何を選んでいく、挑戦するという選択肢を取っていきましょうっていうメッセージなんです。はい、やってみたいと思っていたことをやる時です。それを決めるんだっていうメッセージですね。ぜひ飛び乗ってみましょうっていうことで、このメッセージもお受け取りください。まずね、この飛び乗っていく前に心を落ち着かせてゆっくりとねリラックスしてから、さあ心の準備ができたら行くんだっていう風に思ってくださいね。今回は浅い関係性、話しかけたらお相手はどう思うのかというのをテーマに見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。浅い関係性の片思い、私から話しかけたら相手はどう感じるのかというのを焦点を当てて見ていきました。それぞれ結果が変わってきたと思いますが、今のあなたに必要なメッセージ、どこか
ピンとくるものがあればそこの部分をお受け取りいただいて今後に生かしていただけたらなと思います。浅い関係性からより深い仲になっていきますように応援しています。で今回はこちらのカラーカードから、ラッキーカラーを最後にもらっていきましょう。で今回各選択肢でラッキーカラーではなくてラッキーナンバーとしてもらっていったので、今回このアフタートークのプチ3択占いではラッキーカラーとしてもらっていきます。でその今浅い関係性なのでお相手がどんな状況なのかとか、例えばね他に好きな人がいるのかもしれないし、自分の中では把握しきれてない情報とかもあると思うんですね。でもそれって浅い関係性だとなかなか知り得ない情報じゃないですか。だからもしかしたら他に好きな人がいるかもしれないとか、そういうのはまず仲良くなって知ってみてっていうのもいいと思うんですよね。まずはねお友達からっていうところで、そしたら相手も受け取りやすいなっていうところは正直、実体験としてもねありますから、最初から、好意がありますよっていう風に押し出していってもいいし、まずお友達からっていう風に自然な流れを作り出していくっていうのもあると思う。で1対1で話しかけづらいっていう方はもう変な話、もう意図的にもう自分で工夫して共通の知り合いを生み出すとか、友達に協力してもらうとか、そういうことをして、このお相手とね仲を深めていくっていう作戦も一つの手ですよね。なので全くねつながっている人いないんですよって方はもう作っちゃうんですよ自分で。ということで、ではこんな話を含まえつつ、左真ん中右でお好きなもの1枚お選びいただいたでしょうか。本日は左から見ていきましょう。ラッキーカラーでもらっていきます。グリーンです。神経系を活性化させる。まずリラックスしてくださいね。ラッキーカラーは緑です。ゆっくり落ち着いて新鮮な空気を吸い込んで、そしてリラックスして何事も取り組んでいきましょう。そうですね、風の入れ替え、空気の入れ替えがおすすめです。次は真ん中をお選びいただいた方です。光沢色ブリリアンスです。輝きの色ですね。光の色かな。光沢色ブリリアンスな色、そしてこれは自分の輝きを発見する、自分の魅力を打ち出していきましょう。あなたには長所あります。誰でもあるんです。長所あるから短所ばかりに目を向けずに自分の長所を見ていきましょう。短所もある意味長所になるんですよね。だから自分には魅力あるんだってね、自信持っていきましょう。そして右をお選びいただいた方はアジュールですね。空の色、青空の色かな。自分を守るっていう色ですね。浄化の色です。そして太陽の光も関わってくるので、こちらね日光浴とか太陽の光を浴びて、今は紫外線が強くなってくる季節なのでほどほどにっていうのもあるんですけど、朝日を浴びたりとか太陽のエネルギーをもらって気分転換してください。そしてこちらの光沢の色もね、滝、お水が出てるので水もいいかもしれませんね。ただ光かな、光沢だから光り輝いているものがいいと思います。このメッセージも参考にしてください。緑と空の色だと分かりやすいんですけど、光沢色ってね難しいかもしれない。そうですね、光り輝いているものだからラメだったりとかね、ミラーネイルとかもいいかもしれないですね。で参考にしてください。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。